亀の甲羅の裏に文字を刻んで火を当てる。できたひび割れは神様の意志、つまり最終決定。どの方向に何人の兵を出すか、それだけではなく、何人の命を犠牲として捧げれば戦いに勝つことができるかまで、あらゆることを占いで決める国がありました。もしそんな国と陸続きなところに住んでいたとしたら、あなたはどう生きるでしょうか。太古の昔に存在した陸地、スンダランドを起点に日本文化の始まりについて考えるシリーズ。今回は大陸から日本に渡ってきた人たちが一体どんな文化を運んできたのか、その中身について考えます。稲作文化は水田作りや水の管理が必要で、そのためには指導者が必要。だから王権が生まれた。国家の始まりについて尋ねれば、そう説明されることが多いですが、それは本当でしょうか。実は実在が確認されている東アジア最古の王朝、殷王朝が基盤としたのは稲作ではありませんでした。主な作物は粟やヒエといった雑穀です。そしてこの王朝とは人身苦行を制度として行い、東アジア全体に命、権力、神の恐怖心を刻み込んだ国でもあります。そして、殷王朝の王が占いに使った甲骨文字は、その当時と意味を変えず、今も私たちの思考の土台に残っています。ではなぜこれほど強い影響力のある中央集権国家が稲作の中心地長江流域ではなく黄河流域に生まれたのでしょうか。その地理的条件から見ていきましょう。黄河流域というと寒い乾燥した厳しい土地というイメージがあります。けれど実は当時の黄河流域はなかなかに都合の良い環境でした。もちろん暮らしやすい楽園だったという意味ではありません。あくまで当時の農業技術と作物という条件で見た場合の話です。雨が少なく冬が長く乾燥している。こうした環境に適応していたのがヒエやアワ、キビなどの雑穀です。お米とは違い、ヒエやアワは乾燥に強い。水はけの良い、日当たりの良い場所さえあれば種をまくだけ。そして2、3ヶ月で収穫できるほど成長が早い。黄河流域では強い季節風が砂漠から運んだ微細な土の粒が積もり、厚い黄土の層を作っていました。この黄土は木や石の棒だけでもサクサクと耕すことができて、保水力が高く、ミネラルも豊富です。そのため、肥料も必要なし。黄河中流域の大平原では古くから安定した農耕が可能で、もともと人口の多い地域でした。さらに、黄河の流域で暮らす上でもう一つ大変都合の良い点がありました。それは大戸高原一帯に広く見られるとても合理的で環境に適応した伝統的な住宅、八百トンです。なんと、石も木材も使わず、穴を掘るだけで家ができるのです。その作り方はというと、とってもシンプルで、平らな地面を6メートル前後まで四角く掘り下げる。その四方の壁から横にトンネルを掘って部屋を作るんです。黄土は掘りやすく、しかも固まりやすい。断熱性がとても高く、黄河流域特有の冬の殺人的な寒さと夏の強烈な直射日光を防ぐのに、これ以上ない住処でした。農閑期に少しずつ掘り進めて、家族が増えたら新しい横穴を掘って部屋を増やせばよい。という臨機応変なところもありました。ただし、その反面で大きなリスクがあります。堤防はあっても土砂がたまり、川底は少しずつ高くなる。その結果、数十年に一度は必ずと言っていいほど洪水が起こりました。一旦堤防が切れると、水は滝のように家の中になだれ込んできます。あるいは、水を含んだ地盤そのものが崩れて、家財道具と一緒に住人全人を生き埋めにしてしまうこともあったそうです。こうした危険を避けられるわずかな高台はいわば高級住宅街。ほとんどの農民は危険を承知の上で平原に住むしかありませんでした。こんな話聞いたことはありませんか。ウオという人物が治水に成功して花王朝の初代王になったという話。殷王朝というのはその
夏王朝の次に続く王朝です。ということは、禹王の治水が全てを解決したというわけではなかったんですね。ここでちょっと殷王朝成立の歴史を簡単に見てみましょう。黄河流域王朝の歴史の始まりは伝説の王様三皇五帝の時代に始まるとされます。この三皇五帝の最後の王から統治を委ねられた禹王の時代から王位は血縁で継承されるようになりました。禹王の建てた夏王朝はその後約400年続きます。夏王朝の終わりはクーデターに近い王権交代だったと考えられていますが、それが長い間夏王朝の終焉で移動と抗争を繰り返してきた武装的な集団、装族でした。殷という名は後の時代に付けられた呼び方です。王が占いを通じて神の真意を独占した。それは武力で手に入れた王権の不安定さを精神的な支えによって補おうとするものだった。そう考えることもできます。殷王朝は第22代王、武城の時代に最盛期を迎え、暴君で知られる最後の王様、中王は30代目でした。殷王朝後期には占いと人心区域が制度として固定化し、犠牲となったのは主に捕虜や社会的に弱い立場の人々でした。殷の支配権の周辺にいた人々にとっては大変な脅威であり、深い恨みを生むものだったと考えられます。しかし、こうしたやり方が永遠に続くはずはありません。やがて一度すべてがリセットされる時代が訪れます。そして日本にやってきた渡来人が運んだのはまさにそのリセットされた後の文化だったのです。それでは長江流域の方はどうなっていたのでしょうか。長江流域にはすでに成熟した稲作文化がありましたが、強い王権は生まれていませんでした。それでは安全の面ではどうだったのでしょうか。陰王朝のような国家の存在こそが大変なリスクだったのではないのでしょうか。しかしその頃の陰王朝は北や西方の敵との戦いに明け暮れていました。また当時の感覚では黄河から長江へは地理的に遠く、長距離の水上移動や大規模な遠征を行う体制も整っていなかったため、そこまで手を伸ばすには至らなかったと考えられています。長江流域に王権が誕生するのは殷を倒した周王朝の時代からです。周王朝は殷王朝を倒した後、占い政治や人心苦議を含めた殷王朝の暴政を強く批判します。そしてその反省を政権を取った政党の印として極めて戦略的に用いました。そのあたりの話は次回の動画で続けたいと思います。現代の中国大陸北方の人たちが主食にしている小麦の話なんですが、その頃はまだ泡と混ぜてつなぎにしたり、おやつ程度の扱いで、メインの座を奪うのはもっとずっと後の話になるそうです。お粥にしたり、肉まんの皮のような蒸しパン、マントを作ったりというのは、この雑穀を主食にしていた頃の食文化の名残なのだそうです。また、殷の王様が残した占いの問いと結果の蓄積という膨大なデータから法則を生み出して整理したものが後の易経などの理論の元となりました。文字といい、食文化といい、それからなんかこの恐ろしげなイメージ、これも渡来人が持ち込んだ大陸の文化を理解する上で重要な鍵になるのではないでしょうか。今回は後の中国発の文化の基盤となった陰王朝の背景、占い政治の話を中心にお話ししました。このあたりの話は重要なテーマなので、じっくり何回かに分けて取り組んでいきたいと思います。次回は陰の滅亡について、朱地肉林で知られる食文化の話題なども織り込みながら、あまり語られることのない時代の重要な転換点をたどっていきたいと思っていますので、ぜひご期待ください。このチャンネルでは、このような超古代、文明の始まる前の視点から、現代の私たちの世界の常識を見直していきます。もし少しでも面白いと思っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録で応援していただけると大変励みになります。
最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。